我々中継を廃止して ASV 指標っていうのを作った時に、これ短期の業績をきちっと見通す力をつける必要があるということで、我々はローリングフォーカストというのを導入をしました。単純に手計算でやるとですね、とてもこれは大変なんで、やはり事業部門からの強い要請がありまして、システムを入れてくださいと。柔軟に情報の拡張できるというところが一番大きかったと。従来はですね、割とそこが固定的なシステムを使っていたので、いろんな情報を集めるにしてもなかなか苦労していた部分があったんですけれども、一つのシステムでいろんな情報を集めることができるというところの拡張性、これが非常に大事なポイントではあったかなと思います。で、あとはですね、ローリングフォーキャストにしてもそうなんですけども、各社の数字をですね、連結をして作るというところが必要になってくるんですけども、この連結の手続きに対してどれぐらいその対応できるかっていうそのシステムのキャパシティが、CCH ターゲティックさんの場合は非常に高かったというふうに思ってまして、そこも決め手になりました。で、最後にどれぐらいその信頼できるベンダーさんがいらっしゃるかというところもかなり検討のポイントになりまして、で、確認をしたと、そういうふうなところも決め手になったかなというふうに思っています。この我々システムを入れて見込む力を上げることによってですね、例えば2025年3月期、我々の事業利益に関しましては、ブレがですね、もう 5% 以内に収まってます。一事業で見ている会社が全部タケティックの中で見れるようになったので、やっぱり事業分析の中の会社ごとの分析っていうのがやりやすくなった。各社とのコミュニケーション、各部とのコミュニケーションの時間っていうのが大きく削減できたと思っております。で、実際には大体月15時間ぐらいで、年間200時間ぐらいの時間の削減につながったかなというふうに思っております。GenAI を使ってですね、どういうふうによりデータを使って見通すことができるのかっていうのも2年じゃ難しいと思うんですが、やっぱり5年以内に実現をしていきたいなと思ってるんですよね。最近その開示の要請が非常に高まっていてですけども、現状はですね、そのサステナビリティはサステナビリティの部門がそこのシステムで集めている。で、財務情報はこれはターゲティック中心に集約されてきているっていうところで、やっぱりそこってまだ分断されているところは多分にあってですね。でもただ今後そこの辺の情報に関しても多分その財務情報ともうちょっと一体的に活用して経営判断に生かしていくっていうことが本来はできたらいいなというところがあったと思うんですけども、そこに関しては着手できなかったので、今後できていけるといいなというふうに思います。我々さまざまな切り口を持っておりまして、その切り口に基づいて、あとはその起こった国ですとか事業ですとか、そういうのを掛け合わせてそれを分析する。で、それを経営陣に伝えて、こういう対処が必要だよというところまで持ってくるのがですね、もうシステムを使ってそれを経営に生かすという意味で FP&A のこの仕事のいわゆるこの真の意味だというふうに思っております。